あなたは自分の性別を疑ったことがありますか？遡ることおよそ42年前の1980年、カナダのマニトバ州。そこに住む14歳の少女ブレンダ・ライマーはいつものように通院していた病院から父親の運転する車で帰宅していました。その日、なぜか少女ブレンダの父親は自宅に着いても車から降りようとしません。少女ブレンダが心配していると、父親は突然隣に座る娘にある重大な秘密を打ち明け始めるんです。涙を流しながら重大な秘密を話す父を見て呆然とするブレンダ。父がブレンダに告げたその秘密とは、お前は実は男の子だったんだ。突如父親にお前は男性だと告げられたブレンダ。なぜ男性として生まれた彼女が14歳まで少女として育てられてきたのか。そこにはあるカリスマ学者の身勝手な思想が絡んでいたんです。おそす、チーズケーキ作って食べてみたいケンちゃんです。作りなさい。リアル峰不二子です。藤尾です。さてね、本日ご紹介するのは14歳まで自分の性別をね知らなかったある男性の話なんです。いや、本当は男性だったのにさ、女の子って思わされて生きてたんでしょ。そういうことです。なんかギャップにめちゃくちゃ苦しみそうよね、そんなこと。ずーっと女性だと思ってあなたは男性よとか言われたらなんか、心壊れちゃいそうで、どうなるか想像もつかないわよ。まあ難しいですよね。性別って結構デリケートなんですけどね、今回なんか自分の意思とは別でなんか親にねこうねそういう風に育てられたから自分も含めて勘違いしちゃってて、しかも14歳中2、もう一番多感な時期でね、もう思春期よ。想像つかんすよ。まずなぜねこの男性は自分がね男であることを知らされずに生きたのか。それはね彼が生まれた直後に起きたある悲しいショックな出来事がきっかけだったんです。悲劇の手術。遡ること57年前の1965年8月、カナダのマニトバ州にあるウィニペグという町。そこで一人の男の子が産声を上げます。男の子の名前はブルース・ライマー。ブルースはライマー家待望の男の子として両親にとても可愛がられたんです。そんなブルースが生後6ヶ月の頃、母親のジャネット・ライマーがブルースのある異変に気がつくんです。それはブルースがおしっこをする際に痛がって泣くということ。心配した両親がすぐに病院に連れて行くと、ブルースの男性器に問題があると診断されました。しかし担当した担当医からは、それはよくある症状なので簡単な手術で治りますと言われ、ブルースの両親は胸をなで下ろしました。2人はブルースに手術を受けさせることにして、1966年4月その手術が行われたんです。するとその日自宅に待機していた両親に病院から1本の電話が。今すぐ病院に来てください。電話越しのただならぬ緊張感に慌てて病院へ向かう2人。一体どうしたんですか？申し訳ございません。ブルースの男性器の大半が焼け焦げてしまいました。いや、そうでしょ。想像つかんし、簡単な手術って言ったじゃない。ちょっと一回想像してみるわ。ああ、いや、ヤミゴさんはねわかんないかもしれないですけど、男からしてもめちゃくちゃもう武士の刀みたいなもんなんで。ではね、一体なぜこんなことが起こってしまったのか、早速見ていきたいと思います。実はブルースの手術当日、その分野の手術に慣れていた小児科医は手が空いておらず、いつもとは違う医師が担当したんです。もう最悪。その医師はその手術で一般的に使われるメスは使用せず、なぜか電気焼灼器を使い施術を行ったんです。つまり局部を焼くことによって治療しようとしたんですが、その時の電力の強さを誤り、ブルースの局部のほとんどを消失してしまったんです。もう恐ろしすぎる。想像しただけで。いや、もう無理や。そう、これは紛れもない医療ミス。しかしもうブルースの局部は戻ってきません。ブルースの両親は居住地のカナダだけではなくアメリカにまで赴き、ブルースの局部を元通りにする術を探したんです。しかしどの医師も口を揃えてこう言うんです。完全に元通りにすることは無理でしょうと。いや、もうブルース本人は当たり前なんだけどさ、これ親御さんの気持ちも計り知れないわね、結構。いや、想像つかないですもん、さすがに。まあそんな状況だったんですけど、しかしね、ある日両親にね一筋の光が入ってくるんです。
両親が途方に暮れていたある時、何気なく見ていたテレビの中でとある学者が出演しているのが目に留まりました。それはジョン・マネーという男。彼はアメリカのメリーランド州にあるジョンズ・ホプキンス大学で生化学を専門とする学者でした。テレビで彼が語っている内容に衝撃を受けた両親は、この人ならブルースの人生を救ってくれるかもしれないと考え、すぐにマネーに連絡。そして事情を聞いたマネーは深く考え込み、両親にこのような提案をするんです。その提案はなんと、ブルースを女の子に性転換しましょう。なんでやねん。マネーは両親にブルースの男性の生殖器全てを切除し、女性として育てることを提案したんです。さすがに性転換手術に対する心の準備ができていなかった両親は、一度カナダに戻り、よく考えてみることに。二人は地元の小児科にも相談するんですが、その医師は大反対。しかし、両親はおむつを変えるたびにブルースのかわいそうな局部を目の当たりにし、その将来を悲観せずにはいられなかったんです。そして、女性としての人生ならうまくいくかもしれないと思い始めるんです。その結果、両親はブルースが1歳半の時、性転換手術を決意。術後は名前もブレンダと名付け直し、女の子として育てることに決めたんです。ちょっと単純すぎない？あそこなくなっちゃったから、女の子として生きなさいってあまりにも無理があるでしょ。まあおっしゃる通りなんですけれども、まあ両親がね、このマネーを信じたっていうのは、このジョン・マネーっていうね、男の立場、そしてね、彼の唱えていたね、ある理論、噛んじゃった理論のせいなんです。そんな理論があるわけ？そんな理論があるし、理論言いづらいし、大変です。育ちと性別。このジョン・マネーという男の理論では、人間の性別を決めるのは遺伝子や生物学的特徴ではなく、生後の成長環境。つまり女性として育てれば女性に、男性として育てれば男性になるというんです。さらに生まれた後に男か女かを決め、必要であればそれに合わせて性転換手術をすることを推奨していたんです。マネーがこの理論を提唱し始めたのは1950年代から60年代。この考えは当時の学会では画期的なものだったんです。そして実際にマネーはその間に数多くの性転換手術を行い実績を積んだため、多くの人々が彼を生化学のパイオニアとして注目することになったんです。そんな最中に現れたのが息子の息子を失った両親でした。マネーは自信満々にブルースの生殖器を全て取り去り、本人には一生男性であったことは秘密にすること。そしたら彼は女性として人並みの幸せを得ることができますと両親に言ったんです。この言葉は藁をもつかむ思いだった両親には魔法の言葉に聞こえたんです。ちょっと両親の気持ちわかんなくはないけど、そんなことってある？生まれた時はね、性別は中性であって、性自認、自分がどういう性別かっていうのは成長環境で決まるってね、そういう風に言ってたんですけど、そんなことある？遺伝子的に決まってるわよ。まあね、さっきね、性自認みたいなこと言ってたんですけど、そもそもこの性自認についてもうちょっと深掘りしていきたいと思います。というわけで本日のメトラキーワード、性自認について。ジェンダーアイデンティティとも言われ、自分自身の性別に対する認識のことを言います。この認識の中には、女性、男性、そのどちらにも属さない、定まらずに変更する、などといった様々な状態があるんです。この性自認は、生物学的な性とは関係ないため、そこに不一致があると強いストレスを感じることがあるんです。マネーは、人間は2歳半から3歳ぐらいまでに、男性として育てるか、女性として育てるかを決め、それを徹底すれば、性自認はその性と一致すると主張していたんです。つまり、当時1歳だったブルースのケースも、性転換して女性として育てれば問題なく女性と性自認し、本人も受け入れると考えたんです。ちなみにですね、どんな性を恋愛対象にするかというね、性的思考とこの性自認っていうのはちょっとね意味合いが違うんで、注意が必要なんです。そうよね。性自認が女性であっても、女性をその人が好きになることなんてあるもんね。そうですね。私は女性だけど女性が好きみたいなね、それも全然あるとは思いますね。というわけでブレンダとその追跡検査を行ったね、マネーのその後を見ていきたいと思います。性転換手術を終えたブレンダにはフリルのドレスやお人形などのおもちゃが与えられました。髪も伸ばされ、2歳になる頃にはブレンダはどこからどう見ても女の子。一方マネーは術後の教育法やホルモン投与をブレンダの両親に指導するため定期的にブレンダと面会しました。その中でマネーはブレンダが女性として性自認していることを確信するんです。そして面会のたびマネーは学会にもブレンダが女の子の遊びを好み、綺麗好きで母性も備わった正真正銘の女性になっていると報告したんです。その結果ブレンダの症例は社会学や女性学、泌尿科学など各分野にも影響を与え、性については氏より育ちという考えが浸透していったんです。ブレンダのケースがまさにマネーの理論を裏付ける実証となったんです。こうしてマネーは生化学者としての地位をさらに強固なものとして、まさにその分野でのカリスマ学者へと上り詰めたんです。
すごいわ、なんか、うん意外に順調にいってるし、なんかマネーの言ってることも、もうあながち間違ってないんじゃないっていう。今マニーって言ってたね。マネーもマニーも一緒でしょ。確かに。あんたなんか涙目よ、なんかすごい知らないけど。そうなんです。ちょっと目が赤くなっちゃって今日、ちょっと泣いててさっきまで。よしよし。うん。あんたも可愛いとこあるわね。おざっす。マネーのね、報告によればね、順調そうには見えるんですけど、ブレンダがね、ある程度成長したところでこの状況は一変するんです。月日は流れ、それはブレンダが14歳の時、ある悩みを抱えていたブレンダはいつものようにかかりつけの医師のもとに行っていました。そして父の車で帰宅した際にブレンダの悩みに気づいていた父の口から信じられない事実を聞かされるんです。その事実とは、お前は生まれた時は男の子だったんだ。この告白に衝撃を受け、怒りや悲しみなど様々な感情が高ぶるブレンダだろうな。しかしその時にブレンダの口から出た言葉はこうだったんです。私男に戻りたい。そうなんです。実はブレンダは自分は女ではないと自覚しており、それをずっと悩んでいたんです。マネーが言ってることと話が全然違うじゃないのよ。やっぱりブレンダは自分のこと男性って性自認してたんじゃない？そうなんです。ブレンダはもう、俺は男だ、そう思ってたんですよ。でもね、結局マネーは学会にはね、ブレンダは性自認は女性だとね、そういう無理な報告してたんですよ。もう意味ないっすよ、そんなやつしてたら。そう、なんでわざわざそんな嘘をつく必要があったわけよ。そこにはね、マネーを取り巻くある事情が関係していたんです。塗り替えられた真実。ブレンダの手術が行われる前からマネーの理論は支持されていた一方、彼の考えに異議を唱える者もいたんです。それはカンザス大学で研究をしていたミルトン・ダイヤモンドという男。ダイヤモンドは性自認は胎児の時のホルモンの影響によると主張し、マネーの理論には正常な子供の症例がないことを指摘していたんです。当時マネーが自身の理論の根拠としていた症例は、生まれつき生殖器に異常がある子供のものだけだったんです。しかし人類全てにこの理論が通用すると主張していたマネーはこの反論に憤慨。そして自身の理論を実証するためには正常な子供で実験する必要があると考えるんです。そんなタイミングで現れたのが、そうブルースの両親でした。ブルースは性器の大部分を損傷していたんですが、生まれた時は正常な生殖器を持った男の子。つまりマネーにとってはこれ以上ない実験台だったんです。そしてマネーがブルースを実験対象として最適と踏んだのにはもう一つの理由がありました。それはブルースが双子だったから。実はブルースにはブライアンという一卵性双生児の弟がいたんです。胎児の時に全く同じ状況でホルモンを浴びているこの双子の存在は、ダイヤモンドの反論に対抗するには格好の条件だったんです。なんなのそれマジで。自分への反論に対抗するためだけに双子利用しちゃってんじゃないのマネーは。ちなみにですね、弟のブライアンも局部に病気があって手術する予定だったんですけど、ブルースの事故によってですね中止になって、しかもその後ブライアンの、ね、弟ブライアンの局部なんと自然治癒したんですよ。いやいや、じゃあする必要なかったじゃないのよ。今そういうことでしょうがないですけど、ともかくね、こんないきさつでね性転換手術を勝手にねちっちゃい頃にやらされて、そんなねブルースだったんですけど、その後マネーによってねもう好き勝手な診断下されて最悪だったんですよ。こうしてブレンダとブライアンは定期的にマネーの元に連れられ、その成長過程を調査されました。しかしいかなる時期においてもマネーはその報告書に、ブレンダとブライアンはまさに男女として対照的に成長していると書いていたんです。例えば弟のブライアンは拳銃や車のおもちゃで遊ぶのに比べ、ブレンダはおままごとを好み家事に興味を持っているなどといったようなもの。その報告はマネーの性自認は成長環境で決まるという理論が正常な子供にも当てはまると結論付けたんです。しかし実際のブレンダの行動は男子そのもの。ブレンダは常にガニ股で歩き、弟のブライアンと共に男友達をつるんで喧嘩をしたり、飛行機の模型に夢中になっていました。そして最も象徴的なのは、いくら母のジャネットが言い聞かせてもブレンダは立って用を足すことを止めなかったということ。座って用を足すのにどうしても抵抗があったブレンダは、堅くなに他の男子と同じように立ったままトイレをしていたんです。絶対に自分のことを男って思ってるわよね。マネーはこのこと知ってたわけ。それについてはですね、ある人物の証言があるんです。この一連のブレンダの男性的行動について一番悩んだのはまさしく母親のジャネット。女性として性自認し、女性としての幸せを手に入れるはずの元息子が少しもそれらしい行動を取らないのですから無理もありません。そして当時母親は何度もマネーにそのことを相談していました。しかしその度にマネーはジャネットに大丈夫、
それはどんな女子でもやることさと真剣には取り合わなかったんです。もう意味ないんだよな。たとえどんなにブレンダが男性的な行動をとったとしても、マネーはブレンダが女性として順調に成長しているという持論を覆さなかったんです。そう、マネーは自分の理論を正当化し、ダイヤモンドの反論を跳ねつけるため、ブレンダの性自認やその行動について嘘の報告をし続けたんです。マネの報告嘘ばっかりじゃないのよね。自分正当化するためだけにデタラメばっか上げ続けて最低なやつじゃないのよ。まあ身体的特徴とね、性自認っていうところが不一致だったね、ブレンダーだったんですけど、まあそれはね苦しみますよね。まあ、不一致だとね、やっぱ強いストレスを感じるということで、まあそんなねブレンダーのね苦悩っていうのは、一体どんなものだったんでしょうか。苦悩、そして解放。見た目が女性にもかかわらず行動すべてがわんぱくな男の子だったブレンダは学校では格好のいじめの対象となりました。信頼する友達もできず、男性として生き生きと暮らしている弟ブライアンを羨みながらも孤独な学校生活を送っていたんです。さらにブレンダは8歳の時から数年にわたりマネーからあることを勧め続けられました。それは女性のより本物に近い生殖器の形成手術。しかし性自認が男性だったブレンダがこれを受け入れるはずがありません。それにもかかわらずマネーはしつこく何度もこの手術を進めたんです。そしてとうとうブレンダはうつ状態に。そんなブレンダの悩む姿を見かねた両親は、彼女が14歳の時これまでのブレンダの過去、そしてマネーと交わした約束をやっと打ち明けたんです。遅えな。こうして真実を知ったブレンダはやっと自分が今まで抱いていた男になるという夢を叶えることになります。両親の告白の直後から男に戻ることを宣言し、名前も男らしいデイビッドと自ら名付け、人生のやり直しを決めたんです。いや、まあ両親も悩んだんだろうけども、早く言ってあげればよかったと思うんだけどさ、でもマネーは嘘を認めたの結局。それがね、そうも簡単にはね言いかなかったんです。ブレンダが14歳で男に戻り、デイビッドと名前を変えた後もマネーの嘘の報告が明るみになることはありませんでした。それはデイビッドが自分の人生が見せ物になることを嫌がり、マネーと縁を切りたがったから。しかしその数年後、当初からずっとマネーの理論に異議を唱えていたミルトン・ダイヤモンドがまた立ち上がったんです。彼はマネーの不正を暴くためにはやはり一番の証人であるデイビッドの協力が必要だと思い、デイビッドを説得。もう自分の過去とは決別したかったデイビッドだったんですが、ダイヤモンドの話を聞くうちに、もうこれ以上自分のような犠牲者を出したくないと思うようになり、ダイヤモンドへの協力を決心したんです。めちゃくちゃいいやつ。こうしてデイビッドのインタビューの機会を得たダイヤモンドは、マネーの双子における実験は失敗だったという論文を完成させたんです。そしてとうとう論文が世に出るかと思いきや、そこには大きな壁が。それはどの出版社もその論文を載せることを嫌がったんです。なぜならここ数年で多くの分野においてマネーの理論はすでに基礎となっており、ほとんどの医師がこれに従っていました。出版社が恐れたのはマネーの圧力。ダイヤモンドの論文の出版に協力することは、カリスマ医師が築いた医学の常識を覆すことと同じだったんです。当時の医学界の多くの人はマネーの反論に協力することで自分たちに起こる不利益を怖がったんです。ダセーな。しかしそんな風潮に対し、正しい医学の発展のために根気強く粘るダイヤモンド。論文完成から2年もの歳月が経過した1997年、ようやくその論文を出版することに成功するんです。いや、マネーの権威ってめちゃくちゃバカでかかったのね。実際ね、デイビッドのね周りのね大人たちっていうのはこの性転換がうまくいってなかったの知ってたんですよ。でもね黙殺してたんです。誰もねマネーの主張に反論できなかったんですよ。そんなのでね、デイビッドの人生むちゃくちゃにされてね、無理があるわよちょっとこれは。ただねマネーのね嘘が明るみになったんで、その点はねマジでもう良かったと思うんですよ。そしてねその後のね男になったねデイビッドなんですけど、意外な末路を迎えるんです。論文は瞬く間に話題となり、徐々にマネーの理論が疑問視され始めるんです。しかしマネーはそんな状況になっても、もっと両親に知識があり、彼らが懸命にやっていたら成功していたと、自分の理論の欠陥をデイビッドの両親のせいにしていたんです。一方デイビッドは男に戻ってからおよそ10年後の1990年、3人の子供のシングルマザーであるジェーン・アン・フォンテーヌと結婚。一家の主となり、男性として普通の幸せを手に入れることができたんです。しかし2004年5月、デイビッドが39歳の時に車の中で銃で自殺。嘘でしょ。せっかく男に戻れたのに、何があったのよ。それはねもうね僕らじゃ到底ね想像もできないと思いますし、本人にしかねわからないことだとね思いますね。
デイビッドの自殺の前には双子の弟ブライアンが薬の大量摂取により死亡しており、さらにデイビッドと妻ジェーンの不仲も噂されていたんです。これらが自殺の動機なのではという憶測もあるんですが、真実は誰にもわかりません。ただ一つ言えることは、彼は学者の身勝手な事情に巻き込まれ人生を狂わされたという事実なんです。